おはようございます。ケンです。先週のテスラはまさに変革の1週間でした。経営の安定を示す大型報酬の発表から中国やヨーロッパ市場での販売減少、そして完全自動運転の大型アップデートやエネルギー事業の好調、さらには AI 戦略の大きな転換まで一気に動きがありました。特に注目すべきは、イーロン・マスクさんへの新株式報酬、FSD の10倍モデル、そしてスパコン道場の終了と道場3の構想、この3つはテスラの未来を大きく左右する出来事だと思います。今回は8月5日から9日までの5日間に起きたテスラの重要ニュースを経営、マーケット、技術、AI 戦略、この4つの切り口で分かりやすく整理してお届けしていきたいと思います。最後には株価の動きと今後の注目ポイントもお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。最初のニュースはイーロン・マスクさんの新しい株式報酬パッケージの承認です。その規模はなんと約290億ドル、日本円にして4兆円を超える可能性があります。ただしこれは単なる巨額のボーナスではありません。実際には非常に厳しい条件が付けられています。まずこの株式がイーロン・マスクさんのものとして確定するためには2027年8月3日までテスラの CEO または主要な役職に存在し続けなければなりません。そして確定した後も2030年8月3日までは売却や譲渡ができない制限があります。つまりこの報酬はすぐに現金化できるものではなく長期的にテスラに関わり続けることを前提としたものということになります。背景には2018年に承認された過去の報酬パッケージが今年1月にデラウェア州の裁判所によって無効とされた経緯があります。当時の報酬は最大で560億ドル規模とされていましたが、取締役会の承認プロセスに公平さを欠いていたとして取り消されました。その結果、イーロン・マスクさんはここ数年間実質的には報酬を受け取っておらず、今回のパッケージはその間を埋める中間措置とも言える位置づけとなっています。投資家にとって重要なのは、この決定が経営の安定性を高めるという点です。少なくとも2027年まではイーロン・マスクさんがテスラの舵取りを続け、2030年までは株式を保有するという強いインセンティブになります。これは FSD やロボタクシー、AI などの長期プロジェクトを推進する上で大きな安心材料になるはずです。実際このニュースが報じられた直後、テスラ株はプレマーケットで2から 3% 上昇しました。市場もこの報酬をポジティブに受け止めたということがわかります。では、ここからはテスラが今直面している販売面での課題、こちらについて見ていきたいと思います。まず中国市場です。中国はアメリカと並ぶテスラの最重要市場であり、生産拠点でもあります。しかし2025年7月の中国での出荷台数は67,886 台と前年同月比で 8.4% 減、前月比でも 5.2% 減少しました。実はこの減少傾向は一時的なものではなく、昨年末からの9ヶ月間で8ヶ月が前年割れという厳しい状態が続いています。背景には中国国内での競争激化があります。BYD や Xiaomi といった地元メーカーが性能面でも価格面でも魅力的なモデルを次々に投入し、国産車を選ぶ消費者が増えてきています。次にヨーロッパ市場です。ここでも状況は厳しく、特にイギリスとドイツで苦戦しています。イギリスでは7月の新車登録台数が987台と前年同月比で約 60% 減少。一方で BYD は3184台を販売し、テスラの3倍以上の台数を記録しています。ドイツでも同様で7月の登録台数は1110台と前年比 55% 減、1月から7月までの累計でも 57.8% 減少しています。注目すべきは市場全体のバッテリー EV の販売台数が58% 増えている中でテスラだけがシェアを落としているという点です。さらにブランド忠誠心にも変化が出ています。S&P グローバルモビリティの調査によると
2024年6月には 73% あったブランド忠誠度が2025年3月には 49.9% まで低下。その背景の一つとして、イーロン・マスクさんの政治的発言が影響していると言われています。環境意識の高いリベラル層の一部が距離を置き始めているということになります。こうした販売面での逆風がある一方で、ポジティブな動きもあります。それがアメリカ・ジョージア州での27億ドル規模のメガパック契約です。これはテスラ史上最大級のエネルギー案件で、車の販売が厳しい中でもエネルギー事業が新たな収益源として成長していることを示しています。このように今のテスラは販売面での課題とエネルギー事業の拡大という明暗がはっきりと分かれている状況にあります。では、ここからはその中でも特に未来の成長を牽引する技術面の進化について見ていきます。まずはアークインベストのキャシー・ウッドさんの発言です。彼女はテスラを地球上で最大の AI プロジェクトだと表現しました。これはテスラを単なる自動車メーカーではなく AI を軸にした巨大なプラットフォーム企業として評価しているという意味です。さらに彼女はテスラのロボタクシーエコシステムが今後5年から10年の間に8兆から10兆ドル規模の収益を生み出す可能性があると予測しました。これは世界の GDP の約 10% に相当するインパクトで規模の大きさが際立ちます。この発言に対してイーロン・マスクさんは自身の X で True 本当だとコメントし、さらに自動運転車は今後1から2年で GDP 成長に明確な影響を与えるとも述べています。つまり AI 戦略の成果は遠い未来の話ではなく、かなり短期的に現れる可能性があるということになります。次に新型ロードスターの特許です。以前からスペース X パッケージで飛ぶかもしれないと話題になっていましたが、今回の特許は飛ばない方向での技術が採用されています。その内容はファンと可動式サイドスカートを使って車体下部に空気を閉じ込め地面に吸い付くような力を発生させるというものです。この技術はいわゆるファンカーと呼ばれ、過去に伝説的なレースカーでも使われてきました。これを現代版にアップデートし、AI 制御や走行モードに応じた動作調整を可能にしています。走行速度に依存せずに強力なダウンフォースを得られるため、加速やコーナリングの性能の向上が期待できます。飛ばないことで安全性と現実性を両立させているというのが特徴になってきます。こうした AI 戦略と新技術の組み合わせはテスラのブランド力と製品差別化をさらに強化することにつながっていきます。次はこれらの技術進化の中でも特に注目されている完全自動運転 FSD の最新動向について見ていきましょう。イーロン・マスクさんは現在開発中の FSD の新モデルについてパラメータ数が従来の10倍になると明かしました。パラメータっていうのは AI モデルが学習するための設定項目で数が多いほど判断や認識の精度が向上する傾向があります。この新しいモデルでは途中の4倍モデルをスキップしていきなり10倍モデルへ移行する計画です。それだけ今回の進化に自信があるということにもつながります。さらにビデオ圧縮による情報損失を大幅に改善する技術も取り入れられます。これによりカメラが捉える映像の細部まで AI が認識し、より正確な判断ができるようになります。イーロン・マスクさんによると、この FSD の新モデルは順調に進めば来月末、つまり2025年9月末にも一般ユーザーに提供される可能性があるということになります。そして自動運転の実証運用も進んでいます。アメリカカリフォルニア州のベイエリアでは100台以上のテスラ車両を使ったライドヘイリングサービスが始まりました。対象エリアはサンフランシスコやマリング、東米地域など広範囲にわたり、過去にオースティンで行われたパイロット運用よりも大規模です。現時点では安全ドライバーを同乗させた運行ですが、これは本格的な商用化に向けたデータ収集フェーズです。規制の関係でタクシーという名称は使われていませんが、実質的にはロボタクシーの初期段階にあたります。この取り組みが拡大すれば、テスラのビジネスモデルは車を売るから移動サービスを提供するこの方向へ大きくシフトしていくかもしれません。
次はそうした多角化戦略の中で成長を続けるエネルギー事業について見ていきます。はい。ということで次に取り上げるのはテスラのもう一つの成長エンジンとなっているエネルギー事業です。最新の報道によるとテスラエナジーは2024年のバッテリーエネルギー貯蔵システム通称 BESS の世界市場でシェア 15% を獲得し2年連続で世界1位を維持しました。特に北米市場で圧倒的な存在感を見せていてシェアは 39% に達しています。競合が増える中でもこの数字を維持できているのは大きな強みです。BESS は太陽光や風力といった再生可能エネルギーを貯めておく大型バッテリーシステムで主に発電所や電力会社、工場などで使われています。再エネを安定的に利用するためには欠かせないインフラであり、今後の需要の拡大が見込まれる分野です。テスラにとってこのエネルギー事業は単なる補助的な部門ではありません。自動車販売が苦戦する四半期でもエネルギー部門の好調さが全体の業績を支えるケースが増えています。まさにもう一つのテスラとしての存在感を高めているということになります。またエネルギー分野の成長っていうのは自動車事業と並ぶ長期的な収益の柱となる可能性があります。テスラが車を売る会社から持続可能なエネルギー企業へと進化していることを示す象徴的な事例と言えるでしょう。このように技術革新と事業多角化が同時に進む一方で AI 戦略においても大きな動きがありました。次は今週の中でも特に注目を集めた道場プロジェクトの終了と新たな展開について見ていきます。道場は車載カメラから集めた膨大な映像データを処理し、完全自動運転 AI を学習させるための専用コンピューターでした。D1 という独自の AI チップを搭載し、NVIDIA などの外部製 GPU に依存しない体制を目指してきました。2021年頃から注目され、イーロン・マスクさんも世界最高の AI 学習コンピューターになると繰り返し語ってきたプロジェクトです。しかし、開発の遅れや主要メンバーは新たなスタートアップ企業の Destiny AI に移り、チームも解散しました。これにより D1 チップを中心とした初期構想の道場は幕を閉じることになります。とはいえ、これは単なる撤退ではありません。イーロン・マスクさんは X でAI5 と AI6 という次世代チップに開発リソースを集中させるとコメントし、それらを使った新しいアーキテクチャを道場3と呼んでもいいとしています。AI5 と AI6 は推論性能に非常に優れていて、学習性能も十分高いとされています。イーロン・マスクさんは将来の AI トレーニングの多くが推論による合成データ生成になると見ていて、この方向転換は合理的な選択と言えます。さらに外部との連携も強化しています。特にサムソンは AI チップの製造で大規模契約を結び、今後の AI5 や AI6 の生産を担う重要パートナーになる見込みです。つまり、今回の動きは内政主義を見直し、スピードとスケーラビリティを両立させるための再構築となります。名前こそ変わる可能性はありますが、テスラの AI 戦略は後退ではなく、むしろ次のステージに進もうとしていると言えるでしょう。はい。ということで、ここまで今週の主要トピックを見てきましたが、最後にテスラの株の動きを整理しておきます。今週のテスラ株は、おおむね302ドルから330ドルの間で推移しました。週の前半は FSD の新モデルやエネルギー事業の好調が材料となり、徐々に回復基調を見せました。そして週末には、道場の終了と AI5、AI6 への集中とニュースが交換され、330ドルまで上昇し、最終的には329ドルで終えています。テクニカル的には現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の下にありますが、ここを上抜けすると買いシグナルと見られやすくなります。特に338ドルと 367.71 ドルの価格帯が節目とされ、これを突破すればトレンド転換への期待が高まります。そして今週の内容に対する今後の注目ポイントは大きく4つです。1つ目は FSD10 倍モデルのリリース時期と実際の性能の評価。2つ目は中国やヨーロッパ市場での販売回復策。そして3つ目はエネルギー事業の契約の拡大。そして4つ目は AI5 と AI6 と道場3の具体的な進展です。短期的には株価のテクニカルの節目を意識しながら、中長期では
AI、自動運転、エネルギーという複数の成長軸をどう伸ばせるのか、これが焦点になると思います。今週は経営基盤の安定を示す新しい株式報酬から中国やヨーロッパ市場での販売の課題、そして FSD の進化やエネルギー事業の好調、さらには道場の終了と新たな AI 戦略まで、まさに変化の連続でした。個人的には道場の終了は単なる撤退ではなく、合理的なリソースの配分による次のステージへの布石だと感じています。そして FSD の進化やエネルギー事業の成長を見ると、テスラが車を売る会社から未来のインフラを作る会社へと進化している姿が見えています。皆さんは先週のニュース、どれが一番インパクトがありましたか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラ株のアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 302.63 ドルで、今週末が 329.65 ドルということで、正解は上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は783票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 46%、そして正解は上がるなので、これらの方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、今回は7名の方が正解となっております。そして連続正解ですが、キャンパリーナノースさんが3週連続となりました。あと1週で4週連続正解となります。このアンケートですが、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることで、その難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、これがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートをしますので、ぜひゲーム感覚で参加してもらえればと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。